はい、今日は生タケノコのアク抜き紹介していきます。生のタケノコってまるで別の食べ物かと思うぐらい、もう味と香り、甘み、もう全然違います。もう段違いにうまい。なので生のこの時期に絶対食べてほしいんですね。で、下処理簡単なのでぜひぜひ食べていただきたいと思います。はい、材料の紹介です。まずね、生のタケノコメインのやつ。それからアク抜きに、米のとぎ汁、今日ね、使っていきます。ご家庭で普段使いでね、あるものとして米のとぎ汁使うのが一番簡単かなと思います。無洗米の方は、お米をそのままね、一緒に煮ちゃってください。で、このままバラで入れるよりは、お茶パックとかね、あればこういうパックに入れて、やってください。なければこのバラのまま入れてもらって構わないです。お米の表面についたぬか、あれをね、洗い流したものが米のとぎ汁になりますんで、米ぬかを入れて煮るとアク抜きになるんですが、それと同じ作用になります。なので、これがね、一番簡単かなと思います。分量的には鍋にね、タケノコを入れて、かぶるぐらい、ひたひたになるぐらいの分量を用意してもらいたいので、ちょっと多めにね、残しておいてもらえばいいかなと思います。アク抜きする方法として、あとね、鷹の爪入れたりとか、重曹でやるとか、いろんなパターンがあるんですが、鷹の爪に関しては、科学的根拠がないと言われていますというね、話です。僕もね、あれ入れるの大嫌いです。辛みがついちゃうんで、味がついちゃうっていうのは下処理、として不適切かなと思いますんで、今回はね、唐辛子入れません。で、重曹も使いません。もう米のとぎ汁だけで十分です。米のとぎ汁に含まれる、カルシウムとかでんぷんがですね、アクの成分、硝酸にね、中和して、アクを中和して抜いてくれます。なのでね、こいつだけで十分かなと思います。はい、ではタケノコを下ごしらえしていきます。タケノコ今日はね、皮ごと煮ていきます。皮取っちゃって時短でね、早く煮る方法とかありますが、今日はね、もう昔ながらの皮付きのままやっていきます。皮ごと煮る理由はですね、タケノコの一番うまい部分ってこの穂先のところ、ここの部分、すごく柔らかくて美味しいんですよ。ここの部分を残して食べたいがために皮付きで煮ます。皮取っちゃって、穂付きの部分、残した状態で煮ても、どんどんね、取れてっちゃうんで、煮てる最中に。で、ここの部分を楽しみたいので、まず皮付きで煮るというのと、皮のまま煮た方が、旨味がね、残ります。皮も、タケノコってね、実はうまいんですよ。これね、食べる方法、皮包んで焼いたりとかするのかな。うまいんですよ。なので、皮にもね、旨味成分ありますから、この全てで煮ることによって身にしっかりとね、旨味が残る。なので、皮はね、剥かないでやっていきます。が、皮はね、ぴったりとこうね、入ってるんで、なかなか煮えづらいかなと思いますんで、包丁をね、入れてやります。この頭の部分、斜めにね、ここ、入れてやります。この包丁のね、こっち、かかと部分、力の入りやすい方でしっかりね、切ってください。ザクッと斜めに入れてやります。そうするとこのね、隙間から、煮汁ね、入っていきますから、入りやすいようにね、ちょっとカットしてやります。それから下の部分ですね。下に行けば行くほど、アクの成分強くなります。このイボイボが出てる部分ですね。ここの部分。なので、どこまで切るかはお好みなんですが、最初に買ってきた時に、やっぱりね、土の汚れとかね、ついてると思いますんで、その部分ぐらいは、こう、切ってもらえればいいかなと思います。あとは、もう、煮終わった後に、どこまで食べるかは、ちょっと、包丁を入れたね、硬さでちょっと判断してもらえばいいかなと思います。斜めに頭を切って、下を落としてやる。で、土汚れがね、かなりついてますんで、この状態でしっかりと水洗いしてください。はい、では煮ていきます。鍋にもしね、入らない場合は、どの方向で切るのかっていうと、この縦の方向でね、タケノコ切ってください。横方向ではなく、この縦の方向で、切ってもらって、鍋に入るようにね、並べてください。結構ね、大きな鍋必要になっちゃうんで、でかいの買ってくるとやっぱね、難点が多いです。やっぱちっちゃい方がね、いいです。はい、ここに
米のとぎ汁入れていきます。浸るぐらいね入れれば全然大丈夫です。 OK です。よし。でたけのこね、中に空気入ってるんで浮いてきますから、いつまでも浸らないなと思う時があるかもしれません。とね、沈めてやってください。はい、火をね、つけていきます。最初強火です。沸騰させるまで強火で一気に加熱していきます。はい、沸騰しましたんで火をね弱めていきましょう。火加減の目安的にはポコポコとね気泡が上がるギリギリのラインぐらいを見定めてほしいかなと思います。まあ中火から中火より弱いぐらいかな。あまり弱すぎてもねダメです。しっかりと熱が強くないと、たけのこね中までね、煮えないのでね。できたら、沸騰した後にね落とし蓋的なものを入れてください。そして、軽く蓋をして、蓋をするときに空気のね逃げ道作ってやってください。隙間ね空いてた方がいいです。火を調節してから1時間、この状態のまま煮込んでください。煮込むという言い方おかしいか、煮てください。アク抜きの下茹で、やっていきます。はい、1時間煮終わりました。中のね落とし蓋も取って、この後の作業、粗熱を取る作業になります。このまま煮たこの煮汁のつけた状態で、粗熱が取れるまでね置いておきます。この冷めるまで置いておくっていう作業でもアク抜きの最終工程、になりますんで、ここでねしっかりとアクも抜いていきたいと思います。時間があれば一晩、半日ぐらい、つけっぱなしでねいいかなと思います。つければつけとくほど、アクね抜けてくれるかなと、心配な方はね、つけといた方がいいかなと思います。時間なければ、粗熱が取れた段階で皮むいてっても OK です。その辺は、自分の時間と相談してやってもらいたいと思います。粗熱がね取れるまで置いておきましょう。はい、では皮むきの作業入ります。煮汁から出した後ですね、必ず身が水の中に入っている状態っていうのをキープしてください。これ皮むき終わった後も水につけておいてもらいたいと思います。空気に触れると酸化しちゃって味がねどんどん落ちていっちゃいますから、それを防ぐためにね水につけた状態をキープしていきます。で皮むく時はこの仕上がりの部分、冒頭でねこの上のほつきの部分すごく美味しいから皮ごと煮ますというふうに言ったんですが、ここをね残すことをイメージしながら皮を剥いていってほしいと思います。雑にねボボッと剥くとほつきのね穂先のこの美味しい部分も一緒に取れちゃいますんで、皮むきの作業もね丁寧にやってもらいたいかなと思います。トウモロコシとかと同じようにこう互い違いにね、皮ついてますから、裏表とやってもらえればいいかなと思います。でこの茶色いところがなくなってきたら、ほつき穂のね、部分になりますんで、そこはねしっかりといただいてください。美味しいですから、ここの部分です。美味しいです。マジで美味しいです。下の部分をですね、指で簡単にこそげ取れますから取っていきましょう。茶色い部分をね。これ美味しそうだな。このぐらいになったらもうここ落としちゃいましょうか。黒いところをね、ここを落とせば、はい、ほつきですね。たけのここの状態、これで、アク抜き下ごしらえ完了になります。水にずっとつけておかないと保存が効かないので、僕はですねビニール袋に入れて水を一緒に入れてやってですね、金魚すくいの時に金魚持ち帰るみたいな、そんなイメージで袋の中に水を一緒にね入れてやると飛び出る部分がね、なくなってきますんで、これでね口縛ってやって、保存をしております。早く食べる方が美味しいです。もうただね食べきれない場合とかね、やっぱね、
いろんな料理ね使っていきたいと思いますんで、保存のする場合は水につけて、袋の中にね入れて水につけてやってください。水はですね毎日1回ずつ変えてください。水から腐っていっちゃいますんで、水を変えればですね3日ぐらいが限度かなと思いますね。そんなに長く持たせるとねどんどん味劣化しちゃいますんで、3日ぐらいで、食べきってもらえればいいかなと思います。この炎ついてるちょっと一回取り出しましょう。上の部分ここはねもう柔らかくて美味しいんで、ここはねもう天ぷらとかがいいかなと思います。で下の部分はちょっと固めになってますんで、ここはね煮込む料理、煮物とか、あとはもう細かく刻んでたけのこご飯とかにね入れ込んでも美味しいかなって思います。たけのこのこの部位によって料理もね変えていくと面白いかなと思いますんで、ぜひともね楽しんで、たけのこの方食べてみてください。茶色いとこまだついてるな。よいしょ。めちゃめちゃ美味しいですからね、試してみてください。たけのこの目利きですね。たけのこは鮮度が命です。もう取った瞬間、その瞬間が一番美味しくて、どんどん、味が劣化していきます。取りたてから時間が経っていくとアクが増えていって、えぐみも出てきます。なので鮮度が大事なんですが、お店でね並んでる時にその鮮度の見分け方って難しいと思うんですよ。いつ入荷したのかなってね聞いても正直に答えてくれるかわからないですしね。なので、見た目だけでね、その優劣いいものを見分けるポイントっていうのをね今回は紹介していきたいと思います。まずですね、皆さん大きいのは選びがちなんですが、小さい方がうまいです。本当に大きいものっていうのは育ちすぎちゃってるんで、えぐみとかねやっぱアクが強いんですよ。で硬くなりますし、それはね食べるとこいっぱいありますけれども、本当の美味しい部分って穂先のね上の方の何センチかなので、そこの部分を重点にね置いたら、小さい方がうまいです。なのでもうねそこはね小さいのを選んでください。心にちょっと葛藤があると思いますが、大きいのよりも小さいもの、これは間違いないです。それから形ですね。形はもうまん丸で、上にスッと直立に伸びてるやつ、曲がってるやつとかたまにあります。曲がってるやつの方がちょっと大きいからそっちにしよう。それはねちょっとダメです。曲がってるものっていうのは身にストレスがかかってるんで、そのストレスの部分にアクとかえぐみが、出ちゃってます。まっすぐそのまま育ったもの、それはねもうアクえぐみ少ないんで、そっちの方が断然うまいです。で形もですねこのまん丸な方が、美味しいです。今日ね2つわざとこれ用意しました。ちょっとこれ楕円形になってるじゃないですか。このね楕円形になってるとこの潰れてる部分にやっぱストレスがかかるんで、ここにねえぐみとか集中しちゃうんですよ。なのでこのまん丸に育ってるもの、たけのこはこの後竹になるので、竹はねまん丸でまっすぐじゃないですか。なのであの形のまんまに育っているタケノコ、こいつがね一番うまいです。なのでもう小さくてまん丸に育っているまっすぐなもの、それを選べばねもう間違いないと思います。もういろんな形のねタケノコが出荷されて出てきます。大きいのから小さいのから曲がってんのからまっすぐなのかでね、もうどこに重点を置くかでやっぱねお客さん選ぶポイント変わってくると思うんですが、もう美味しいものはもう単純にもうちっちゃくてまん丸なもの、これをね選んでもらいたいと思います。今日はですね、たけのこの生たけのこアク抜き紹介しました。ぜひとも参考にして試してもらいたいと思います。今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。